さんこんにちは、漫画家の島本慎です。よろしくお願いします。ということで今日はですね、こんなお悩みが来ておりました。可愛い男の子の描き方を教えてくださいという、ね。可愛い。要は、もっと簡単に要約するとね、中性的なキャラの描き方を教えてくださいっていうことだと思いました。はい、中性的。要はどっちの性別にも見えるっていうこと。なるほどね。でもそういうキャラってさ、漫画の世界とかさ、イラストの世界ってすごく多いんだよね。女の子っぽく見える男の子と、男の子っぽく見える女の子っていうキャラ、昔からの誰かの性癖に刺さる王道ジャンルなの。だからそれはぜひ皆さんもかけた方がいいと思うので、今日はその描き方を教えていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。基本的には、みんなが私の視聴者さんたちが描きたいのってどっちかといえば可愛い寄りの男の子かなと思った。結局は女の子っぽい男の子の方が描きたい人が多いんじゃないかなと思うので、それをベースに教えていきたいなとは思うんですけども、その前にね、何が男性的で何が女性的かっていうのを知らないと、まずはね、その段階にもいけないのね。だからまずはイラストを描く上で、男性っぽくする場所、女性っぽくする場所って一体どこなのかっていうのを先に学んでいきたいと思います。ここに全く同じ顔の2人がいます。今これをこっちが男性、こっちが女性で、ポイントを書き分けていきたいと思います。男性と女性を明確に顔描いた後分ける場所。首の太さと肩幅です。男性は女性よりも首が太め。で、肩幅も大きめになります。こんな感じ。で、女性は男性よりも首が細め。で、肩も細めになります。こんな感じ。だいぶちょっと今違うよね。違うよね。で、次、男性って首筋が張ってたり、喉仏っていうのがあるので、それを描いてあげるとより男性っぽくなってきます。こんな感じ。逆に女性側には何にも描きません。なるほど。鎖骨の部分も男性はゴツゴツしてるイメージだから、しっかりと描いてあげます。下さんってよく描くね、それ。こうやって、なんだったら首の線もここにつなげる感じ、こんな感じで、しっかり描きます。ちょっと拡大するとピッピみたいなイメージで描きます。で、女の子の方は、ここの鎖骨の線描くんだけども、あんまりしっかり線を入れずに、スッて細い線をなだらかにちょっと入れるぐらい、スッて、これぐらいにしてあげます。もうだいぶここの時点で2人の違いが出てきてるよね。で、上半身は男性の方が胸板が厚いとか、女性の方が胸が出てるとかはあるんだけども、そこは今回はあえてちょっと無視をしていきます。で、次最後ちょっと意識してほしいのが、手なのね。だからちょっとここの2人が今ちょっと手をこっち向きにパッてやってるイメージで描くんだけども、こう男性の手っていうのはね、こうちょっと四角くて指も太いイメージで、例えば筋とか描くときもちょっとしっかり描く感じ。首と一緒だね。女性の手は線が細いイメージ。ちょっと拡大するとこんな感じで、男性の手はカクカクした上にここの骨とかが結構しっかり出るイメージで、女性は逆に描いてもいいけど、あんましっかり描くとゴツゴツした手のイメージだからあんま描かない方がいい。で、爪も今これ男性四角いじゃない。でも女性はこう丸っこいイメージで描いてあげる。本当だ。そうすることですごい男性と女性の手っていうイメージの違いが出やすいです、イラストの場合ね。っていうのを先に自分の中でなんとなく知っておく、今言った箇所を。これを知った上で、じゃあちょっと可愛い男の子と、かっこいい女の子を描いていきたいと思います。じゃあまず最初に言ったように、多分可愛い女の子っぽい男の子が描きたい人の方が多いと思うから、そっちを重点的に説明していきます。こちらに、シンディちゃんがいます。これが今現状女の子にしか見えないよね。確かに。このシンディちゃんは私も女の子のつもりで描いてます。じゃあこれを中性的男子なシンディちゃんに今から描いていきたいと思います。どうすればいいかっていうと、イラストとかの場合は、顔はあんまり元の性別とか意識しなくて大丈夫。むしろ自分が描きたい顔を描けばいいから、可愛い男の子だったら、もうそのまま可愛い女の子のような顔を描けば大丈夫なので、まずこのままもうこの顔を描きます。
はい、じゃあ今ざっくり同じ顔を描きました。まあここまでの手順はもうみんなも悩まずいけると思う。じゃあ次は、これがさっき女の子をイメージしてるから、首細いのね。だからこの首をいつもよりも太く描いていきたいと思います。なるほどね。ただポイントとしては太くしすぎない方がいいとは思うんだよ。だから自分が描く男の子と女の子の中間ぐらいの太さ、まあどっちかといえば男の子よりの太さを描いてあげればいい。こんな感じ。ちょっとだけ太くなってんの分かる？わかる。で、さっき言ったように肩幅、首筋もゴツゴツしてくるから、それをイメージして描いていきます。こんな感じ。もうだいぶなんかちょっとごつくなってきたでしょ、シンディちゃんが。確かにね。で、最後、のとぼとけをちょっとスッと描いてあげる。まあこれは描かなくてもいいんだけどね、正直。そのお好みで私は描くかなっていう感じです。こんな感じです。ここまで来るともう若干ね、もう、ここまで結婚すると男性なんだよね。ああ、体だけにあるとね。でもパってつくと、これが顔は女性。だから要はさっき言ってた可愛らしい。でも、男の子だってなるポイントが出てきてます。で、最後にこの手をですね、さっき言ったようにちょっとごつい手にしてあげる。もうそうしたら完全に男子になるから。はい、こんな感じ。ちょっと大げさにやっちゃったけど、っていう感じで、これだけだと完全に女性キャラ。でもこれ見たときは、あれ一見女の子かなと思う、顔見た瞬間。だけど、あれ要所要所を見ていくと、これ多分男の子だぞってなる。はあ、確かにね。それが大事。要は、男すぎても中性的なキャラにはならないから、やっぱ顔はあくまで女の子らしいが大事だと思うのね。だけど、あれポイント見ると男の子かもしれないっていう要素を残してあげること。なるほどね。だからまあ、見てる人たちに、これどっちなんだろうって思わせられればいいってことなんだ。で、よく見てもらうポイントを作って、やっぱ男の子だった場合は骨っぽさ、節々の骨っぽさを残してあげることが大事です。まあ一応真逆のパターンもやってみたいと思います。今明らかに男の子の S 君がいます。これをさっきとまた同じようなやり方で女性っぽくしたいと思います。顔は同じようにまず描きます。はい、ざっくり今同じ顔を描きました。じゃあこれをさっきとは真逆の方法で、今度は首とか肩を細くしていきたいと思います。この元のやつよりも線を細くしてあげます。元より細くなってるの分かる？で、肩とかもカクカク男性は描くイメージだけど、女性はなだらかなイメージだから、こんな感じ。で、首筋の線とかはもう描かないことにする。で、鎖骨とかも今ちょっとギリギリこれだと見えてないかもしれないけど、まああるとしたら、こういう感じでこうスッと描くような感じ。っていうもう何も描かないようにする。こうすることで、まあもうちょっと中性的な女性なのかな、男性なのかなっていうようなキャラになってると思う。これにさらに胸を足してあげたりとか、より肉々しさみたいなのを足してあげると女性らしくはなるけど、やりすぎると今度ただの女性キャラになっちゃうから。やっぱ男性っぽい女性を描くなら、ちょっとこういう筋は描かないけど、なんかちょっと素朴な感じって言えばいいかな。男性っぽい感じも残した方がいいとは思います。っていう感じが主にこの男性らしさを残したり女性らしさを残してでも中性的なキャラを描くっていうやり方でした。で、最後にもう一個だけポイントあります。はい、最後のポイントなんですけども、それはですね、仕草や、ポーズで性別の違いを出すっていうことです。ただ、それはその子のキャラの性格にもよるのね。本当にダンスをしているような男の子で、もう完全になりきってても女子っぽい仕草をしてますみたいな子はしないと思う。だからそれにはよるけど、例えばちょっとこの絵を見てほしいんだけど、これとかはもう完全に、例えば男の子なんだから、やっぱ外股で、こうなんかこう、ガニ股みたいな足を開いてる。逆に言うと、女の子だから内股で、ちょっとこう、なんていうか女性らしいポーズをしているっていう、このポーズでも正直性別って結構出やすい。確かにね。なんかこれ見ると、ああ、なんかもう女子と男子かなみたいな感じ出るじゃない。だからちょっとロン毛の男子なんだなみたいな。そうそう、髪の毛だけ見るとちょっとわかんないけど、ここまで行った時に、あ、思ってた性別と違うみたいな、まあそういうのがみんなを見てる人たちをおーってなるポイントだと思うので、ぜひそこ描けるようになればポーズまでもちょっと工夫して描いてみてください。だから結局は顔は同じでも今回は体とかそのパーツとか仕草で
そうだね女性男性ができるよっていう。そういうことだね。だからぜひぜひ、顔を頑張るんじゃなくて別のところをね、頑張ってみてください。ね、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島田慎と。バイバーイ。